トミーさん、思考に反応してはいけないと思ってるのもまた思考ですよねって、そう。その思考が何層もあるように感じますって、その通りなんですよ。だからこの自我っていうシステムはめちゃめちゃ巧妙だって言われるんです。内側、外側っていう言葉もものすごく難しくて、本当は内側、外側ってないんですよ。うん。これも便宜上使っている、もので。はい。その自我に勝ちたいっていう思いが自我なんです。だから巧妙なんです。ね、だって自我に勝ちたいってことは今負けているっていう前提なんですよ。で、負けている自分じゃダメだ、なんとかしなきゃって言って、ね、自我が自我を超えろっていう、あの、絶対に解決しない罠を仕掛けてるんです。だから、この目覚めって言われるもの、悟りっていうものもそうなんですよ。ね、これまで僕のチャンネル、あるいは安倍さんのところだとか、他のところでね、私はいないっていうことを散々その事実を聞かされていても、その私がいないという経験を私がしたいってなってるんです。私がいないことを私が知ることがそもそもできると思いますかってことなんです。うん。えーだから、ね、これ、安倍さんよく言うじゃない。自分の足を持ち上げて、自分自身を宙に持ち上げることはできますかって。できないんですよ。うん。RN さんのその一言よく出てくるんですよ。じゃあどうしたらって。ね。このどうしたらっていうことは行動を求めている質問じゃないですか。行為がそうさせているのに、行為が、から解放されていることを行為をもって解決しようとしてるんです。ね。字が巧妙でしょ。だから、ここら辺のトリックが見えてるかどうかで、瞑想とかも随分違うんですよ。アンミさん、手放すしかないということで、なんだけど、誰が手放すんでしょうかって話になってくるんです。だから何かをするぞとか何かをしないぞって言っても、その選択ができる自分が本来存在しないっていうところが、この罠の究極のところなんです。ユミさん、自我くんおとなしくなってくれないかなということで、おとなしくなってくれません。決して。常にあるから、そのプログラムは。KM さん、自分という感覚がなくなる感じってね、それも、この自我がなくなるとこういうことが起きるぞっていう、実際に起きることと違うことを幻想として持ち上げて、お前はここへ迎えって、ファンタジーを作り上げるんですよ。で、そのファンタジーで、例えば悟った人ってこういう人って自我がないってこういう感覚っていうものを作り上げて、そこに迎えって言うんですね。瞑想も同じです。例えば、この中には先ほどの、サンガの瞑想会に参加されてた方が、とても多いと思うんですけどもね。よく、まあ、瞑想について、瞑想がうまくいかないんですっていう人いるじゃないですか。これ自体が、自我の罠で発想自体がおかしいっていうことに気づけてるからなんです。いいですか？私の瞑想が
うまくいっていないというのであれば、その私は、うまくいっている瞑想はこういう状態だということを知っているということなんです。それがなければ、うまくいってないって比較対象として、出すことはできないから。じゃあ、そのうまくいっていないという判断がある人は、うまくいった経験が少なからずあるんですよねって話になるんです。で、その経験がないにもかかわらず、うまくいってないって判断しちゃってるんですよ。通じるかな？うん。国際さんも自我に苦しむことあるっていうことで、もちろんありますよ。ただ、確実に、以前と違います。苦悩が苦悩じゃなくなってくる感じです。はい。で、前に、瞑想と睡眠は極めて近いですよって話をしたじゃないですか。はい。でね、瞑想がうまくいったっていうのを睡眠に例えると、すっごく気持ちよく眠れたってことなんですよ。えー、すっごく気持ちよく寝ているその時に、すごくうまく寝れてるぞって実感することないでしょ？目覚めた後、すっきりして、そのすっきりがあるからこそ、きっといい睡眠だったんだろうなってことじゃないですか。高木正也さん、考えなければいいってことですかということで、だから考えてるのは高木さんじゃないんですよ。高木さんが考えないってしても考えがあるんですよ。だから瞑想すれば一発でわかりますよね。これから30分間、考えませんだって、コントロールなんてできてないでしょ？もし私がその考えを作ったり選んだりしている、そのイニシアチブを握ってるんだったら、その権限において、今から30分間何も考えないってできるはずなんですよ。権限持っていないから、思考は勝手に湧いてるんですよ。あんまりここら辺を、深く話すとですね、えっと、僕のセッションの種明かしをしてしまっていることになるので、ここら辺にしておきます。思考は私じゃないでしょ？うん。で、思考は私じゃないのに、私の思考だってなってるから、自己同一化だよって。それは、機能不全だよっていうのが、エッガールト・トールさんの言ってる話。うん。はい。で、まあ、こういうわちゃわちゃを経験してるのが命なんです。だからね、今僕たちのね、中に浮かんでいる私の人生なんてだとか、俺の人生はっていうのはどういう評価でも構わないんです。はい。本日、この辺にしたいと思います。ね、先ほどね、瞑想をして至福の時間を迎えられてた方も、明日朝はね、起きたらまた地獄の始まりでしょ？えー、そう。まあ、もしよろしければ、またね、何かの機会に、配信をしますので、
お知らせが届くように、チャンネル登録、そして、お知らせのボタンのオンの方、お願いいたします。はい。ではまた、次の動画、あるいは他のね、配信等でお会いできればと思います。今日もたくさんのコメント、そして、たくさんのスパチャありがとうございました。またお会いしましょう。どうぞ、良い夢をご覧ください。おやすみなさい。セバー。